私は西野香織、30歳。既婚の会社員。山本さん、SNS 見たよ。取引先の上杉さんと付き合ってるの？上杉さんイケメンで仕事もできて次期課長候補でしょ？いいなぁ。後輩の山本彩香、29歳。美人で男性にモテます。この前の飲み会の後誘われて食事に行ったの。あ、川田さん。なんかごめんね。川田さん上杉さんのこと狙ってたよね。彼女は川田真央、26歳。可愛い系でモテました。そんなことないですよ。私付き合いで飲み会に参加しただけですから。上杉さんいい人みたいですね。お似合いだと思いますよ。先輩もうすぐ30ですし、そろそろ結婚とか考えた方がいいんじゃないですか？じゃあ失礼します。何あれ、負け惜しみ言っちゃって。料理取り分けたり気の利く可愛い女アピってこびてたくせに。山本さんと川田さんは容姿が自慢でお互いをライバル視していました。まあ私も付き合うかわからないけどね。どうして？上杉さんの会社ってうちより格下だし、課長候補なだけでなったわけじゃないでしょ。もう少しランクが上の人がいいかな。結婚も考えてはいるけど妥協はしたくないし、家庭に縛られるのもつまらないし、まだいいかなって感じ。山本さんと川田さん綺麗でモテるのに、なんだか本気で付き合う気ないよね。お互い張り合ってより上の人に乗り換えちゃうからね。モテ自慢とマウント取りに男の人利用してるだけって感じ。彼女は東さん、同い年で既婚者です。既婚者バカにしてるようなところあるし、なんかね、妥協って。あの二人 SNS でもモテ自慢してるでしょ？結構見てる人いるみたいね。私も興味半分でつい見ちゃうのよね。きっとそのうち川田さんの反撃があるよ。数日後。おはよう。ねえ、川田さん新しい彼氏できたみたいよ。SNS に上げてたわ。高級レストランで誕生日祝いして高そうなプレゼントもらったみたい。相手の顔映ってないけど高収入の人そうね。へえ。川田さんおはよう。ねえ、彼氏ってどんな人？もしかして本命？そうなるかも。余計な邪魔とかされたくないから詳しくは内緒だけど、ここと同レベルの会社の課長なの。30代のイケメンで社内最年少で課長になったの。仕事ができる将来有望な人なの。へえ、すごい。課長候補に対抗して課長を見つけてきたってわけ？よく見つけるね。そんなの嘘かもしれませんよ。うちクラスの会社の若いイケメンの課長なんてそう簡単に見つかるわけないですよ。顔の写ってない匂わせ写真だけだし、見え張って偽装投稿したんじゃないですか？すぐにボロが出ますよ。数日後。ねえ川田さん、あなたの彼、うちの課の中林課長よね。あなた課長と不倫してるんでしょ？不倫？たまたま見ちゃったのよ。あなたと課長のデート。たまたまですか。そうですよ。私、中林課長とお付き合いしてますよ。でも、不倫じゃなくなるかもしれません。今時不倫も離婚や再婚もよくあることですよね。奥さんがいても私と付き合うということは、それだけ私が魅力的ってことじゃないですか？本当に不倫なんだ。認めるなんて。山本さん、川田さんの後つけたんだろうね。よくやるよ。まさか中林課長と不倫だったなんて。まあ確かに30代イケメン課長だけどね。うちの会社課長職以上はほとんど既婚者だけど、マウント取りのために不倫なんて反則よ。
川田さんあっさり不倫認めるし、悪いとも思ってないんじゃない？相手にする課長も課長よ。会社で何やってるのよ。数日後。ねえ、山本さんの SNS 見た？デート中の写真、相手の顔写ってないんだけど、このネクタイの柄見覚えない？奥さんとお子さんからの父の日のプレゼントって言ってた。あ、大沢部長？子供が選んでくれたんだ。まさか山本さんも不倫？山本さんに確認すると、そうです、大沢部長ですよ。課長より部長と付き合う。私の方が上ってことですよね。認めた。部長なんておじさんじゃないですか。中林課長はイケメンで、誰よりも若く課長になりました。将来性もあるし、すぐに大沢部長を追い抜きますよ。それに、私は不倫で終わるつもりはないですよ。課長は子供いないし、離婚もしやすいですけど、部長は子供いるし厄介ですよね。山本さん、そのうち捨てられますよ。捨てられるわけないでしょ。初対じみたおばさんより若くて綺麗な私の方がいいに決まってるわ。ねえ、ちょっと。二人とも職場で不倫なんてやめなさいよ。綺麗でモテるんだから、いくらでもいい彼氏できるでしょ。不倫なんてすることないじゃない。不倫は社会的にもルール違反よ。自分にも相手にもいいことないわよ。今の生活壊すことになるよ。奥さんは簡単には引かないだろうし、慰謝料を請求されることもあるのよ。大丈夫。きっと彼が払ってくれますから。男の人って奥さんや子供が重荷になることあるんです。家庭に縛られたらストレス溜まりますよね。外で息抜きが必要なんです。部長や課長が仕事ができるのは、私たちが癒して元気にしてあげてるからなんですよ。私たちは会社にも貢献してるんです。仕事でもプライベートでも彼を支えているんです。奥さんより必要な存在なんですよ。だから、奥さんがどうしようが、私たちを選ぶと思いますよ。ねえ。ですね。二人は聞く耳持たずという感じで、不倫を続けました。こんな時は同情するのね。その後、西野さん、これあとお願いします。上の許可もらってますから。明日までによろしく。私この後用があるので、失礼します。ちょっと、川田さんも帰っちゃいましたよ。私も仕事を押し付けられました。デート、だろうね。手分けしてやろう。今日山本さん休みなの？部長も休んでるわよ。もしかして一緒に、だろうね。山本さんの誕生日祝いにお泊まりデートだって。うわぁ。これ、川田さんに対抗してるよね。二人は仕事もサボるようになり。たく、仕事やりづらいし、不倫に協力させられてるみたいで嫌になるわ。部長も課長もどういうつもりなんだか。仕事にプライベート持ち込まないでよ。ねえ、中林課長の奥さんって、ここの社員だったの知ってる？へえ、社内結婚だったんだ。奥さん、私たちの入社前に寿退社したけど、私が前の部署で世話になった先輩の同期で、先輩と仲が良かったらしいの。その先輩も寿退社したけど、私時々連絡取ってるから、それとなく奥さんのことを聞いてみたのよ。中林課長の奥さん、不妊治療してるんだって。なかなか結果出なくて、お金かかるし、体も精神的にも負担が大きくて大変らしいわ。その上、課長がこの頃仕事が忙しいからって、全然協力しなくなったって悩んでるみたい。課長と部長の奥さん、役職者の妻同士付き合いがあって、結構親しくしてるらしいの。大沢部長の奥さんも過去不妊治療で出産していて、
病院も紹介したそうよ。部長と山本さんがお泊まりした週末の土曜日、結婚記念日で、お子さんも一緒に遊園地に行く約束だったんだって、本当は。でも部長、急な出張になっていけないって言ったらしいよ。何それ、奥さんと子供より不倫優先なんて。大沢部長も中林課長も最低。山本さんと川田さん、状況わかってるの？本当にどういうつもりなの？ちょっと放っておけないよね。翌日、お疲れ様。山本さん、川田さん、ちょっと話があるの。ああ、課長の奥さん、不妊治療してるらしいですね。お金と手間ばかりかかって嫌になるって課長言ってましたよ。奥さん38だし、もう無理なんじゃないですか？私なら若いし、すぐ子供産んであげられますよ。私とやり直す方が課長も幸せですよね。そうですよ。そもそも不倫するのは男が奥さんに不満があるからですよ。部長が結婚記念日の約束あるの知ってたけど、私がお泊まりしたいっておねだりしたら、私を選んでくれたんです。奥さんと子供より私を選んでくれるって、奥さんより私が上ってことですよね。部長ちょっと誘ったらすぐ乗ってきたし、よっぽど奥さんに不満あるんじゃないですか？ねえ、あなたたちどういうつもり？本気で略奪婚とか考えてるの？あなたたち張り合って始めた不倫じゃなかったの？奥さんや子供の気持ちも考えなさいよ。心も傷つけて相手の家庭を壊すことになるのよ。今からでも不倫なんてやめて独身の相手探しなさいよ。あなたたちなら。もういいですから。私が不倫しようが先輩には関係ないですよね。独身でも既婚者でも別れることはあるし、誰とどう付き合うか自由じゃないですか。余計な口出ししないでください。じゃあ失礼します。話にならないわね。自分に関係なくても不倫なんて許せない人は多いし、反感買うのにね。何それ最低！既婚者でも彼女持ちでもランクが上なら乗り換えるんじゃない？奥さんと子供がかわいそうよ。不倫なんて人として許せないよね。そうよね。数日後の昼休み。山本さん、川田さん、お客様よ。休憩時間に入るところ、失礼します。大沢の妻です。こちらは中林課長の奥様よ。あなたたちの不倫、ある人から聞きました。SNS に上げたり、ずいぶんオープンだったようね。職場の皆さんもご存知の方も多いようですし、言い逃れはできないわよ。不倫はないわ。夫が妻子を捨ててあなたたちを選ぶと思っているようですけど、どうなのかしらねえ。すまなかった。若い子に誘われてつい出来心で、もう不倫なんかしない。ですって。あなたたちが捨てられちゃったわね。不倫のことは人事に報告しました。何らかの処分があるでしょうから覚悟しておくのね。慰謝料も請求しますからよろしくね。東さんの先輩を通して課長と部長の奥さんに事情を話し、奥さん2人が話し合い会社に乗り込みを決めたのです。その後課長と部長は減給、山本さんと川田さんは地方支社に転属が決まったが、山本さんは転属を受け入れず退職しました。山本さんどうしてるんだろうね。 SNS も止まってるけど、再就職もできてないのかもね。川田さんも彼氏できてないみたいね。不倫で左遷されたの転属先でも知られてるようだから、厄介事に関わりたくなくて常識的な人には避けられちゃうんじゃない？
張り合って不倫なんかしなければいい男捕まえられただろうに。二人とも綺麗でモテたのにもったいないね。